今日は食パンで簡単に作れるカスタードアップルパイを作りました。こんにちは、料理研究家のひかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は食パンで簡単に作れるカスタードアップルパイを作りたいと思います。今回はパイ生地を食パンで代用して作っていきたいと思います。カスタードクリームは電子レンジで簡単に作れるレシピになってます。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、それではまずアップルパイの材料をご紹介します。カスタードクリームの材料はこの後ご紹介します。ということでアップルパイの材料はこちらです。食パン、リンゴ、卵、バター、砂糖、蜂蜜、シナモンパウダー、お水です。こちらの材料で作っていきます。今回のポイントはこちら蜂蜜です。蜂蜜を加えることで甘さにコクが出てすごく美味しくなります。そしてこちらのシナモンパウダーはお好みで OK です。もしシナモンが苦手な方はこちらを省いてください。そして蜂蜜がない場合はこちらお砂糖で代用していただいて、お砂糖大さじ2杯にしてください。そしてこちらがカスタードクリームの材料です。牛乳、卵黄、お砂糖、ホットケーキミックスです。この4つの材料を使って電子レンジで作っていきます。ということで早速作っていきたいと思います。カスタードクリームを作っていきます。まずボウルに卵黄を加えます。で卵黄はですね、こうやってこしながら加えるようにしてください。はい、こんな感じで、こちらの白っぽいのがカラザといって、白身と黄身の間にある白くて紐のような部分です。あとは少し残っているのが膜ですね。こちらを取り除くだけでカスタードクリームが滑らかになります。それではここに牛乳と、あとお砂糖を加えます。こちらをよく混ぜましょう。はい、そしてよく混ざったらここにホットケーキミックスをふるって加えます。はい、OK です。そうしましたらダマができないようにしっかりと混ぜましょう。それではここにふんわりとラップをします。そしてこれを電子レンジ 600W で1分加熱します。はい、それではラップを取ります。で今ね、まだシャバッとしている状態です。これを混ぜましょう。はい、そうしましたらまたラップをします。そしてまた 600W の電子レンジで1分加熱します。はい、で2回目になるともう結構ね固まってます。でこれをよく混ぜましょう。はい、このぐらい滑らかになります。でこれをまたラップします。はい、仕上げに電子レンジ 600W で40秒加熱します。それでは加熱している間にボウルに氷水を用意しておいてください。はい、こんな感じになってます。でそれでは最後もう一度よく混ぜましょう。はい、これでカスタードクリームは完成です。表面にピタッとラップを貼り付けてください。それでは用意しておいた氷水で冷やします。でカスタードクリームは急速に冷やすようにしてください。常温のまま冷ましてしまうとカスタードクリームが傷みやすくなります。出来上がったらすぐに冷やすようにしてください。それではこのまま粗熱を取ります。パイの中身を作っていきます。リンゴを半分に切ります。はい、でそして4等分にしましょう。4等分にしたら真ん中の軸と種を取っていきます。皮を剥いていきます。これは普通にリンゴをね食べる時のように剥いてください。皮付きのままがお好みの方は皮付きのまま使っていただいても大丈夫です。はい、はい、こんな感じに切りました。今回リンゴはですね結構細かめに切っていきます。そうしましたら4等分したリンゴをまたさらに1切れ分を4等分にします。はい、でそうしましたら2切れずつ合わせてまた縦に3等分にします。はい、でこれをくるっと横にして切っていきます。だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。そしてこちらも同じように最初こちらを3等分にします。でこれを1センチ幅にします。このように少し細かめに切っていきましょう。はい、リンゴはこれで OK です。それでは今からリンゴのコンポートを作っていきます。まずフライパンにバターですね。そして火にかけます。
火加減は中火で OK です。バターを全体に広げながら半分ほど溶かします。バターが溶けて少しふつふつしてきたら、ここにリンゴを加えます。そしてさっとバターを絡めましょう。バターがリンゴ全体に馴染んだら、ここにお砂糖と蜂蜜を加えます。それではこちらを混ぜていきます。だんだんリンゴからも水分が出てきます。先ほど材料を紹介してる時にも言ったんですけれども、蜂蜜をね加えるとこのりんごの甘さにコクが出てすごく美味しくなります。なのでぜひやってみてください。でもしない時はお砂糖だけでも OK です。はい、お砂糖も溶けて水分が出てきました。そうしましたら、たまにこうやって混ぜながらこのまま中火で煮詰めていきましょう。はい、こんな感じで水分がなくなりました。そうしましたら最後にこちらシナモンパウダーをかけます。このシナモンパウダーが苦手な方は省いていただいて大丈夫です。かけます。そして混ぜましょう。はい、これでりんごの方は OK です。ボウルに移して粗熱を取ります。アップルパイの中身ができたので包んでいきたいと思います。まずこちらの食パン耳を切りましょう。でこちらの余った食パンの耳は後ほどアレンジレシピを作っていきたいと思います。食パンの耳を切ったらこれを麺棒で潰しましょう。はい、このように 1mm から 2mm ぐらいの薄さにしましょう。もうね、食パンの耳は一緒にカットしちゃいましょう。また麺棒で伸ばします。はい、これで OK です。今回ね、全部で5個分になります。はい、カスタードクリームが冷めました。そしたらラップを取ります。そしてこちらをよく混ぜましょう。このようにクリーム状になれば OK です。こんな感じでとろーっとした感じの硬さになります。卵を溶きほぐします。この卵はパンとパンをくっつけるのに使います。あとは最後ツヤ出しにも使っていきます。これをよく混ぜましょう。はい、そうしましたら最後この卵液はツヤ出しにも使うので一度こしておきましょう。そうするとこのように辛さとかあと膜を取ることができます。卵液の準備はこれで OK です。それではリンゴとあとカスタードクリームを包んでいきます。まず卵液を塗ります。まずこの周りに塗ります。奥の半分に具材を入れていきます。まずカスタードクリームです。この上にリンゴをのせます。あんまりモリモリとしすぎると今度口を閉じるのが大変なので、いい塩梅にのせましょう。リンゴをのせてない側の方ですね、5本切れ込みを入れます。これをかぶせて包みます。はい、このように包みます。そうしましたら最後ですね、こちらフォークを使って上下の口を合わせていきます。こうやってフォークで潰してしっかりと口を閉じていきましょう。はい、こんな感じです。これをどんどん作っていきます。はい、このように仕上がりました。そうしましたらちょっとね、この端っこがちょっとパヤパヤしているのでそこを揃えます。はい、ここをまっすぐに切ります。はい、このように綺麗に形を整えましょう。はい、このように角を揃えました。それではですね、この卵液にお水を加えます。これをよく混ぜましょう。薄めた方が表面にツヤが出やすくなります。ツヤ出しで卵液を表面に塗っていきます。で、そうしましたら少しこの表面を乾かしましょう。そうするとツヤが出やすくなります。この間にオーブンを予熱します。それではまず180度のオーブンで5分焼きます。はい、今5分焼きました。そうしましたら2度塗りします。そうするとよりツヤが出ます。
はい、こんな感じで塗りました。そうしましたら次はオーブンを190度に上げて5分から10分焼きます。はい、焼き上がりました。いい感じに焼き色もついて、さらにこのようにちょっとテリテリっとした感じに仕上がりました。それでは中身をカットします。このようにぎっしりカスタードとリンゴが詰まってます。それでは余った食パンの耳で簡単シナモンロールを作りたいと思います。まずですね、こちらのバターを電子レンジで加熱して溶かしバターを作ります。はい、このように溶かしバターを作ります。そうしましたら、こちら食パンの耳ですね、の内側の部分にこの溶かしバターを塗っていきます。ここにシナモンパウダーをかけます。シナモンシュガーがある方はシナモンシュガーでも OK です。で、今回はね、シナモンパウダー使ったので、シナモンパウダーにしたいと思います。で、ここにお砂糖またはグラニュー糖をかけます。シナモンシュガー使う場合はグラニュー糖はなしで OK です。これをくるくるくるっと巻いていきます。で、これを巻いたら、爪楊枝でこの巻き終わりを刺して、はい、こんな感じで OK です。で、これをね、どんどん作っていきます。はい、とりあえずね、6個ぐらい作ってみました。食パンの耳をそのまま放置しておくと乾燥してしまって、こう巻いた時にね、ちょっとこんな感じでね、割れてしまうので、切ったらラップなどで包んで保存しておくといいかなと思います。ということで、こちらをトースターでこんがり焼いていきます。はい、完成しました。このようにカリッとすれば OK です。このようじはですね、外していただいてもそのままね、手で持って食べていただいてもどちらでも OK です。これで完成です。はい、ということで完成しました。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。中身はこんな感じになってます。それではいただきます。すごい美味しい。中のカスタードとリンゴがすっごく美味しいです。そして食パンも周りがカリカリしてて美味しいですね。はい、そしてこちらが余った食パンの耳で作ったプチシナモンロールです。それではこちらもいただきます。この食パンの耳の硬さがちょうどいいですね。シナモンの香りがすごく口の中に広がって、あとこうやって一口でパクッと食べれるサイズなので、ちょっとしたおやつにもすごくおすすめです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカスタードアップルパイのポイントです。まずカスタードクリームですね。カスタードクリームはホットケーキミックスを使ってさらに電子レンジで簡単に作れるレシピをご紹介しました。ポイントとしては少しずつ加熱してよく混ぜるようにしてください。そうするととても滑らかな仕上がりになります。そしてカスタードクリームはすごく傷みやすいので、出来上がったらすぐに冷水に冷やすようにしてください。そして冷やす時は表面が乾かないようにピタッとラップをつけて冷水で冷やしてください。そしてアップルパイですね。今回は8枚切りの食パンを使っています。スーパーとかではもうすでに食パンの耳が切り落とされているサンドイッチ用の食パンも売っているので、そちらで作っていただいても大丈夫です。食パンで包む時なんですけれども、リンゴとカスタードをたくさん入れすぎてしまうと、焼いている時にカスタードが中からこう出てしまったりするので、入れすぎには注意してください。そしてツヤ出しに使った卵液です。こちらはですね、2度塗りするとよりツヤが出て綺麗な仕上がりになります。今回このアップルパイの中に蜂蜜を加えました。蜂蜜を加えると甘さにコクが出るので、ぜひこちらもやってみてください。そしてですね、シナモンパウダーの方は苦手な方もいらっしゃると思いますので、苦手な場合はシナモンパウダーを抜いていただいて大丈夫です。さらに今回は味のついていないシナモンパウダーっていうのを使ったんですけれども、シナモンシュガーという商品も売っています。そちらを使っていただく場合はお砂糖の量を半分に減らしていただけたらと思います。最後、余った食パンの耳で作ったシナモンロールもすごく美味しくて、さらに今回使った材料の中で作れるので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は食パンで簡単に作れるカスタードアップルパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。